皆さんこんにちは。ロロチャンネルにようこそ。いろんな方が先週の動画を見てくれてとってもありがとうございます。これからもぜひよろしくお願いします。それでは今日の動画では外国人の定番カルチャーショック、文化の違いについてちょっと話したいと思います。来日してからなんか3年ぐらい経ちましたが、まだ日常生活ではびっくりすることがありますよ。でも、今日のカルチャーショックは初めて日本に来た時のショックですよ。OK、それでは始めましょう。一つ目のカルチャーショックは、日本人が腕の毛を剃ることです。本当にびっくりしましたよ。なぜかというとね、ベルギー人はなんか西のヨーロッパの人は腕の毛をほとんど剃らないから、なんか一回も聞いたことないんですよ。私も日本に住んでるんですけど、一回も剃ってないんです。ちょっと見せますね。いや、ありますけど、なんか全然気にならない。見えるかな？見えないね。ちょっと見えてきました。はい、ちょっとだけ。はい、こんな感じ。なんか全然暗くないから、まあ気になりません。そう、全然普通です。で、日本人の彼氏もまあ全然気にしないから、まあ私も剃りません。友達と一緒に遊びに行った時もなんか友達がびっくりしましたよ。私が腕の毛剃ってないから、その女の子の友達がこんな反応でしたよ。私も本当にそれのその反応でしたよ。面白いですね、なんか文化の違い。2つ目の文化の違い、なんかカルチャーショックはとっても面白いです。なんかすごい面白い話がついてきます。それはお風呂の入り方、シャワーの浴び方とかについてのショックです。彼氏と私が日本に来る1週間前くらい、彼氏が私のお母さんの家で泊まりました。でもちろんお風呂に入りますね。でも彼氏が初めて私の家でお風呂に入った時、私がすっごいお母さんに怒られましたよ。今その理由を話します。日本のお風呂は濡れてるお風呂ですよね。なんかお風呂もシャワーも床も壁も全部濡れても構いません。でもベルギーとかヨーロッパの浴室はそのタイプの浴室じゃなくてお風呂だけの中で体を洗う習慣があります。特にベルギー人はシャワーを浴びて、それも浴びます。それともお風呂に入ります。2つともしない。なんか別々で、彼氏がお風呂入りに行った時、全然大丈夫だと思いました。もう1年ベルギーに住んでいたから。でも終わった時お風呂だけじゃなくて浴室全部濡れました。なんかカーペットとかもあるから、カーペットもびっしょりで、お母さんその時履いて、次にお風呂に入りたかったから、お母さん浴室に入って、お母さんこんなのでラーこう叫んで、なんかなんだよねんこれ。こんな反応でした。でそれから彼氏と私もめちゃくちゃ怒られましたよ。それはなんか日本のお風呂の入り方とベルギーと日本のお風呂の入り方の違いですよ。で私も日本に来た時、なんか時々失敗しましたよ。なんかお風呂に入る時、体をなんか石鹸取って体をお風呂の中で洗って、髪も洗って、水の下にいてこう泡をなくして、その風に洗いましたけど、次に誰かが入るを知らなかったんですよ。それもちょっとびっくり、私のカルチャーショックですよ。1人だけじゃなくて2人3人が同じ
お風呂の水に入るのはちょっと気持ち悪い私にとっては。まあもう慣れてきたけど、まだこんな感じですね。OK。3つ目のカルチャーショックは牛乳を冷蔵庫に入れることですよ。ちょっと面白くないですか？初めて来日した時、彼氏の家で住んでいました。で、よく、私あまりよく牛乳飲まないんですけど、なんか紅茶とか飲む時たまに入れたりします。でも牛乳を冷蔵庫から取った時、私いつも置いといたね、なんかキッチン台所のどこかでその時シンとかリンとか彼氏のリンとか家族にちょっと叱られました。どうしてここ置いとくの？危ないよ、腐るよこう言われましたけど、私普通じゃないの？なんか私のお母さんと私の家族は、ベルギーの家族はいつも牛乳そのままなんかコーヒーの機械の隣に置いときますよ。全然冷蔵庫にいりません。そうですね。ちょっと面白いですね。その理由はなぜかというと、ベルギーと日本の牛乳が違います。ベルギーの牛乳はほとんど、言葉が合ってるかどうかちょっとわからないんですけど、無菌牛乳、なんかばい菌とかが入ってない牛乳、なんかある程度まで温められて、でばい菌とか殺されました牛乳です。だからなんかスーパーでも普通に冷蔵じゃなくて普通に置いとかれています。そうね、牛乳は1日2日で飲み切るから全然腐りません。ベルギーでね。でも日本の気候は違いますね。それから牛乳も違いますから腐りやすいかな。今もちゃんと牛乳を冷蔵庫に入れます。OK。4つ目の文化の違いは文化の違いよりもちょっとカルチャーショックですけど、晩ご飯のような朝食です。私の家族、日本での家族はあんまり和風の朝食、朝ごはんは食べないんですけど、旅館とかホテルで泊まるときたまに和風の朝ごはんが来ますね。で、私それほんまに食べれません。なんか材料とかご飯、スープ、お味噌汁、魚、卵全然食べれますけど、朝だったら気持ち悪くて吐き気がしますよ。ほんまに吐き気がします。だからその時初めてそれを朝ごはんとしてもらった時びっくりして、これ晩ご飯じゃないの？こんな反応でびっくりしました。で、私の好みの朝食はなんかアーモンドミルクに入ってるシリアル、玄米フレークとかマンゴーの朝ごはんで、なんかヨーグルトに果物とか、食パンになんかハムとかチーズをのせてフルーツと一緒に果物と一緒に食べるその風の洋風の朝ごはんですね。本当に好きです。でも日本の和風の朝ごはんは無理。ほんまに無理。皆さんどうですか？いつも和風の朝ごはん食べてますか？OK。 5つ目のカルチャーショックは、高速道路を使うにはお金がかかるということです。ベルギーの高速道路は無料で使えます。なぜかというと、ベルギーの消費税は 21% ですよ。10% じゃなくて 21% です。もう10年、20年ぐらいそのくらいです。そのお金がなんか高速道路とかに使われたり、いろんなインフラ、日常生活で便利になることに政府に使われています。だから高速道路を使うときお金が払わないんです。そう。でもドイツもそう、オランダもそう、お金がかかりません。でもフランスに行くと
お金がかかります。でも私は車でフランスに行ったことがありませんでしたから知らなかったんです。それで初めて日本で高速道路を使ってなんか IC カードみたいなものを使ってピン料金は1800円ですとかという音がして私高校なんでお金かかったのほんまにびっくりしました。ちょっとねなんかそれをなくしてほしいです。高いですそれでは6つ目の最後のカルチャーショックです。それは電車が止まったら自分で扉を開けなくてもいいということです。ベルギーでも電車に乗る人が多いですけど、電車が駅で止まったらだいたいなんか自分でなんか開くというボタンを押さないといけません。そうでも日本はそうじゃないんですね。で本当に日本に来た初めての日、来日した日に関西空港からここまで電車に乗ってでこの一番近い何だったっけ駅に到着した時なんかオープンなんか開くとクローズ閉じるというボタンがありますね。でも非常ボタンですね。で私はなんかそのボタンを押してギュで彼氏を隣にノーこんな声でイエイ言ってでももう遅かったもう押しちゃったから全部の扉が開けてで駅員がなんかあった何こんな反応で私すいませんでした申し訳ないです押してしまいましたそうでした。そう全然大丈夫でしたけどカルチャーショックですね。そうもう二度とそれしませんでしたじゃあそれは今日の6つのカルチャーショックでした。実はもっとあります。なんか頭からすぐに他の20のカルチャーショックを思い出せますけど、それもし見たければ次の動画でお話しします。今日のカルチャーショックの動画どうでした？考えていること全部コメント欄に書いてください。でもしヨーロッパとかアメリカとかなんか外国に行った時にカルチャーショックを受けたことがありましたら、それもコメント欄に教えてください。聞きたいです最後に、このチャンネルを登録してください。それからいいねのボタンも押してください。次の動画までバイバイ。